夏ぶりのカモメ。ヘルシンキ3月のとある朝。今日は月曜日。これからまた新しい1週間が始まります。今回は北欧フィンランドで働いて生活する私のとある1週間を記録していきたいと思います。月曜日の朝、そして今日は3月の初めなので、今月の指針となる言葉たちをノートに書くことから今日一日を始めていきます。今のところ年始に開催した自分手帳会議の使い方でいい感じに楽しめているサニー手帳。ちょっとずつ育ってきています。その後は録音作業。いつもこんな感じで映像を見ながらナレーションを入れています。結果は1時間後くらいにメールで届くらしいので、合格祝いか慰めご飯になるかは分かりませんが、近くの気になっていたレストランへやってきました。さてたっぷり幸せを摂取したのでたっぷり幸せを摂取したので張り切って仕事へと向かいます。見えるかな。おはようございます。今日は3月の初めの月曜日です。今日から1週間、北欧、ここのフィンランドで働く私の日々を記録していきたいと思います。ちょっとこの後、その職場の同僚の人たちとみんなで一緒にカフェに行こうと約束しているので、その準備をしながらお話ししていきたいと思います。メイクをしながら。私はこっちに来て最初の方はワーカウェイというシステムを使って田舎の方のお家にホームステイをしていたりだとか、あとは日本から持ってきたお仕事、フリーランスのお仕事を今もずっと続けているんですけど、こっちで働きたいっていう気持ちもずっとあって、でそろそろもうワーホリの期間、ビザが切れるのも半年ぐらいで切れちゃうなっていうタイミングで、そろそろちょっとこっちで働きたいなって探し始めた時にちょうどご縁があって、ヘルシンキにある日本食レストランオワンっていう、とっても美味しくて空間も素敵でサービスも最高な、もう心からおすすめの全然宣伝してとかじゃなくて、言ってもいいですかって私がオーナーさんに聞いて話してるんですけど、その日本食レストランで今は、そのフリーランスのお仕事もあるので週 2,3 くらいで働かせていただいてます。フリーランスでお仕事してるとどうしてもやっぱり他の方とやり取りをすることはあっても、自分一人で推進していくことがほとんどなので、チームで何かをするっていうことが久しぶりというか、チームになって働くっていいなって思ったりとか、その土地の社会の一員になっている感覚っていうのがすごく強く感じられて、やりがいをいただけてるのでとってもありがたいです。メイクしながら喋るって本当難しい。皆さんよくやってる。びっくり。今週は明日と明後日の週2でレストランのバイトがあって、自分のお仕事をのんびりやったり、フィンランドに入れるのもあと数ヶ月、本当にあと少しなので、この一瞬一瞬を大切にしながら、今しか見れないものとか食べられないものとか感じられないもの、触れられないものっていっぱいあると思うので、ちょっと気を抜くとどうしても日本が恋しく、アジアが恋しくなってしまうんですけど、これからもずっと日本の良さはたくさん味わえると思うので、今しか味わえないことをたくさんやっていきたいなと、触っていきたいなと思っています。
だから今日の朝はちょっと時間を割いて残りの数ヶ月でやりたいことをリストアップしてみたりしました。あと行きたい国とか、あと近々コペンハーゲンには絶対に行きたいなと思っていて、あと日本に帰るときは多分直通で帰るよりもいろんなところを経由して帰った方が航空券も安いんですよね。なので、余力があればいろんな国を巡って帰りたいなとも思っています。日本は今すっかり春の陽気だっていうことを聞いて、今日も今朝も父からフキノトウの芽が出たよって写真と、あと梅の写真も来てましたね。今日のフィンランドはどんより曇り空なのでいいな。そう、最近フィンランドも暖かくなってきて、今まではもうずっと最高気温も氷点下、もう最低気温はマイナス10何度20度とかだったんですけど、それが本当徐々に暖かくなって、最低気温マイナス2度最高気温2度とか気温がプラスになってきているので、その分積もっていた雪が溶けてきてしまって、その道路が結構泥んこにびしゃびしゃになってるのがちょっと歩きづらいなっていう感じです。早く暖かい春になってほしいんですけど、でもね、ちょっとずつ日が伸びてきているのも感じられて嬉しいです。今週1週間も特別なことは何もないんですけど、でもここにいることがまず特別か。なんかそれを忘れそうになる。そう、さっきノートにも書いたんですけど、やっぱり時間はどうしたって有限なので、なんか最近というかやっぱりちょっと気を抜くと SNS に時間を取られてしまうのが本当に悔しくて、 YouTube とか自分で能動的にそれを見るじゃなくて、流れてくるものをこうずるずると見てしまう時間がちょっと先週は多かったなと思って悔しいので、今週はやっぱり時間は有限だっていうことを意識しながら、その限られた時間で何を選び取るかっていうのが自分を作っていくと思うので、そういうところを意識しながら、ちょっとそういう SNS に時間が取られそうになったら本を読むとか映画を見るとか、そういう物語のあるもの、思いを、どんなものも思いを込めて作られてはいると思うんですけど、背景にちゃんと物語があるものを自分で選び取っていけたらいいなと思っています。今週もいい1週間にしていこう。時間がない職場の同僚たちとランチとお茶をして、たくさんおしゃべりできて楽しかったです。近くのお茶屋さんもちらりと覗きました。畳いいな。みんなと別れて私はカンピへやってきました。心を落ち着けるために定期的にやってきてしまう無印良品。向かい側のここ、作家物のハンドメイドや雑貨などが売っていて楽しいのでおすすめです。知人から教えてもらって気になっていたパンをスーパーで買って大切に抱えて帰ります。帰宅して作り置きしておいたスープを温めてちゃちゃっと夜ご飯の準備。最後にディルをちぎってかけるだけで一気に香りが良くなります。これめっちゃ美味しいのでおすすめです。
スーパーでゲットしてきたクランベリーとカシューナッツのパン、とっても美味しかったです。火曜日の朝、昨日の夜ご飯とほぼ同じな朝ごはん。でも最高に美味しいです。洗濯物などの家事を済ませて、朝のノート時間、のんびり熱いお茶を飲みながら今日の予定を整理したり、旅行の計画を立ててみたり、アイディアを書き出してみたりしています。今日はお昼過ぎからレストランの仕事があるので、それまでは編集をしたりしてお部屋で過ごす予定です。お昼ご飯を食べて、若干急ぎ気味で仕事へと向かいます。無事仕事を終えて帰ってきました。美味しいまかないを食べてきたので、夜食でみかんを一つ。体をじんわりと包む疲労に身を任せながら、何にも考えずぼーっとただ食べます。今日は朝クマに食べられる夢を見て最悪の気分で起きましたが、仕事をしたらなんとか持ち直して、帰りはすっきりした気持ちで歩いて帰ってきました。そしたら歩いてたら道をピョン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 ってなんかふわふわしたものが走ってたなと思ったらウサギでした。ウサギって冬眠するのかな。可愛かったです。おやすみなさい。水曜日の朝、最近は太陽の光で目覚めることも多くて、とっても気持ちがいいです。朝の光でできる影がマイブーム。何やら外からすごい音がする。除雪車が頑張ってくれていました。おはようございます。今日は水曜日です。今日はすごくいい天気なので、夜5時からバイトがあるんですけど、それまではちょっとお出かけしたいなと思っています。ウフっていうフィンランドの有名な、お洋服のセカンドハンドショップチェーンがあるんですけど、そこが今6ユーロから多分始まって、どんどん2日間ぐらいおきにだんだん1ユーロずつ下がっていくっていうセール、もう全品6ユーロ2日間で全品5ユーロ2日間で最後1ユーロになるみたいなセールを開催しているので、今日は多分5ユーロの日かな。なのでちょっと掘り出し物を探しにバイト前にウフに行けたらいいなと思っています。それまではどうしようかな、編集したりちょっと仕事を進めて一日を始めようかなと思います。最近私事なんですけど、妹のちーちゃんがずっとちーちゃんが頑張ってきたことで、ちーちゃんの頑張りが認められるような出来事があって、本当にすごい嬉しいです。
一緒に住んでてちいちゃんがどれだけそれに対して本気で頑張ってきたかっていうのをそばで見てきていたので、私もそれに近いようなお仕事関係なんですけど仕事をしていたので、それの難しさがどれだけ大変かっていうのは自分の身をもって感じていたので、本当に良かったなと思うし、私も頑張ろうっていうすごくいいエネルギーをちーちゃんからもらいました。おめでとうちーちゃん、私も頑張ろうっていう気持ちです。春、フィンランドはまだちょっと寒いですが、今日みたいな感じで晴れの日も増えてきて日照時間も伸びてきてとっても嬉しいです。もう太陽が出てるだけで幸せだ。なんかそう感じれるようになっただけで、フィンランドのこの暗く長い冬をここで過ごせてよかったなと思います。この感覚をずっと忘れたくないですね、日本に帰っても。よし、私も頑張ろう。今日もいい一日にするぞ。お腹鳴った。好きな古着屋さんを覗いて今日はあまりめぼしいものがなかったので早々に退散。かなり時間が余ってしまったのでスーパーで紅茶をゲットして図書館で作業しながら仕事まで時間を潰そうと思います。仕事終わりに見た月が綺麗でした。今日も夜はフルーツを食べながら好きな動画を見てのんびり過ごしました。木曜日の朝、今日も部屋に差し込む太陽の光で目覚めました。プラムにオレンジ、そしてこのカシューナッツとクランベリーのパンにドハマりしているここ最近。晴れて気持ちが良さそうな外の景色を眺めながらもそもそと食べます。今日は午後から病院へ行く予定があるので、それまでは図書館で作業をしてフィンランドで初めて行く病院に少し緊張しながら向かいます。めちゃくちゃいい先生ととってもいい医療通訳さんに恵まれて病院へ無事行ってきました。久々に日本のサービスを受けたんですけど、本当に手厚いし迅速でちょっと高かったんですけど、ワーキングホリデーの海外保険に日本の企業のものを選んでよかったなと思いました。よかった。その後はナイスなタイミングで今日夕飯食べに行かないと連絡をくれた友達と気になっていたお店へ。ああ、そこ。ここだ。温かいお店の雰囲気と美味しい料理に大満足で、食後のお茶を探しながら散歩をしていたら駄菓子屋発見。こんな可愛いお店があるなんて知りませんでした。
かわいい。すごい。なんじゃありゃ。フィンランドのお菓子もたくさんあって楽しいので、観光でヘルシンキへ来ることがあればぜひ覗いてみてください。金曜の朝、今日も晴れ。早速昨日の駄菓子屋さんでゲットした飴を食べてみよう。初めは酸っぱくてびっくりしましたが、舐めているうちに甘くて美味しくなりました。なんだかシゲキックスを思い出します。今日も午後に通院の予定があるのですが、あとはほとんどお家で編集作業です。頑張ります。フィンランドのクリニックは1日で終わらず、診察の他に検査などは別日で予約を取っていかなければならないようです。気分転換にもなってよかったかもと、夕焼けを眺めながらバスに揺られて帰ります。スーパーによって食材の買い出し、プラムにクリームチーズ、お米も切れていたので買っていこう。最近イースターのお菓子たちがスーパーに並んでいてとっても可愛いです。そしてこれがとっても美味しいのですが、今日は我慢。まるで朝ごはんのような夜ご飯を準備して、今日も好きな動画を見ながら夜ご飯。夜眠る前は本を読みます。最近浅井亮のスターを読み終えました。身につまされることも多く、心をえぐられながらもページをめくる手が止まらない。活字独特のリズムが心地よくて、今夜は少し夜更かしをしてしまいました。おはようございます。今日は土曜日です。ちょっと今日はもう本当に朝からなんだかやる気が出なくて、しかも喉が朝起きた瞬間からイガイガしてて、だんだん広がってきている感じがするので、風邪ひいちゃったかな、もしかしたら。なんかそれも相まってやる気が出ず、本当は今日は朝一でジムに行く予定だったんですけど、ちょっとのんびりお家で編集したりして過ごして、今11時28分。もうどうしてもお部屋でやる気が出ないので、そういう時は場所を変えようということで図書館へ行きたいと思います。図書館とお買い物と、あとジムもそんなに無理せず、ランニングぐらいだけは行きたいかな。この喉のイガイガが痛みに変わらないことを祈りつつ、ちょっと
こっちでマスクをすると誰もマスクしてる人がいないので目立っちゃうんですけど、自分の喉とあと周りの方にうつさないっていうためにマスクをして今日は過ごそうかなと思います。ショック。喉が痛いって地味にダメージ食らいますよね。まあ大丈夫。美味しいもの食べて頑張ります。今日も楽しみます。図書館やジム、作業をしにカフェへ行くはずが、あまりにも天気が良かったので急遽お散歩に予定変更。どうやらマリメッコでイベントが行われるらしいので覗きにやってきました。春色のマリメッコたちが可愛くて自然と気持ちも明るくなります。マリメッコ前にヘルシンキではなかなか見ない人だかりが。フィンランドの歌手の方がパフォーマンスしているみたいです。単純なので楽しそうな人たちを見ていたら私まで楽しくなって、ライブは早々に切り上げてカフェラテを探しにやってきました。エスプラナーディ通りのそばに最近できたのか見たことのないコーヒーショップを発見。デザインも可愛いしお値段もお手頃です。テラス席が最高に気持ちいい晴れの日。なんだか夏のフィンランドを思い出しました。夏早く来ないかな。エスプラナーディ通りを散歩して港まで行ってみよう。雪解けが始まっています。そういえばまだスオメリンナへ行ったことがなかったので行ってみようかな。次のフェリーの時間まで1時間ほどあるので、お昼ご飯を探しにオールドマーケットホールへやってきました。1889年から続く港のマーケット。シーフードからトナカイ肉、気軽に楽しめるサーモンスープやオープンサンドなど、たくさんの美味しいを目で見ても楽しめる場所です。狙っていたウェイベーカリーのクロワッサンは残念ながら売り切れていました。ここがフィンランドの防衛省だそうです。この丸の中覗くとフィンランドの戦争の時の記録写真とかを見ることができます。売り切れてる。一番近くの S マーケットでお昼ご飯を調達。土曜日だからか売り切れも多いです。ちょっぴり風邪気味なのでジンジャーショットもゲット。フィンランドのスーパーではこうして手軽にジンジャーショットを見つけられるのでありがたいです。港に戻って船の時間までのんびり凍った海を眺めながらのお昼ご飯。友人たちにおすすめされてずっと気になってはいたけれど未だに行けていなかったスオメリンナ。楽しみです。パンを食べていたらこんにちは。狙われてるパン。夏ぶりのカモメ。
エスプラナーディ通りを抜けた先の港から HSL の AB ゾーンの乗車券で片道約15分ほどで行けてしまう世界遺産の島スオメリンナ。1748年から作られた海上要塞が現存しており、当時の要塞や砲台の跡地を見ることができます。凍った海を割りながら進む船にまず感動。こんな景色が生活のすぐそばにあるフィンランドの首都ヘルシンキ。すごいです。なんだかまるでワンピースみたいと思いながら動画を撮っていたら、この後この子たちのうちの一人がこちらに向かって走ってきて、ワンピースみたいな感じで撮ってほしいんですと言いながらスマホを託してくれたので、この一瞬に全身全霊をかけて写真を撮りまくりました。日本人のおそらくこの春に中学を卒業するくらいの男の子たち、きっといつかこの瞬間を思い出して懐かしく思う時が来るんだろうなと思うと、しみじみとしてしまいます。あの子たちのフィンランド旅行、そしてこれからに幸あれ。溶けゆく氷がたゆたう海が本当に綺麗で、なんで今まで来なかったんだろうとちょっぴり後悔してしまうくらい。海を眺めていたら、慣れた様子で海面へと近づく男を発見。何をしてるんだろうと観察していたら、氷のかけらをエンドレスで拾っては島の崖にきれいに並べて立てかけていました。スオメリンナの氷拾い男。そこにいるだけですっと気持ちが萎えてくれるような心の避暑地みたいな場所。また来よう。今日の夜ご飯は生姜たっぷりの中華スープに長ネギとベーコンの和風パスタ。たくさん歩いたのでペロリと平らげました。日曜日の朝、今日もいつもと変わらぬ朝ごはん。今日は日曜日です。もう日曜日のお昼過ぎになりました。さっきお昼ご飯を食べて、午前中はちょっと忘れないうちにと思ってインスタグラムに昨日一日気まぐれヘルシンキ散歩をした日記を投稿しました。なんか昨日感じたことを文章でも書きたいなと思って、昨日がとってもいい散歩だったのでインスタグラムにその日記を書いて、でもいつも文章を書くと長くなっちゃって、本当に書きたいところにたどり着くまでに疲れちゃうっていうのがあるんですけど、今回もちょっと序盤の前半戦で力を出し切ってしまい、今ちょっと休憩しております。またこの熱が冷めきらないうちに後半の本当に書きたいところも書きたいと思います。本当にね、昨日の気まぐれ散歩がよくって、今まで友人たちにスオメリンナいいよってフィンランドの友達たちに
おすすめしてもらってたんですけど、まだ行ったことはなくって、昨日行ったら本当によくって、なんでこんなに近くてすぐに行けるのに今まで行かなかったんだろうって、夏に行っとけばよかったなってちょっと思いました。でも冬のスオメリンナもすごく綺麗で、夏もきっとこれからどんどん美しい景色にこう移り変わっていくんだろうなと思ったら、またのんびりピクニック気分でおやつを買ってスオメリンナ島までフェリーで渡りたいなと思いました。いやーよかったな。あんな景色が都心から本当ものの数分で行ける場所で見れる、出会えるっていうのがフィンランドのいいところだなって思います。国土の約 70% が森と湖に囲まれた国なので、人々の暮らすすぐそばに自然があるっていうのがいいところですね。もっとそういうところにあと残り数ヶ月ですけど触れていけたらいいなって思いました。昨日今日はちょっと喉も若干鼻水も出てきて、完全に風邪でもそんな熱とかは出ないといいなと思ってるんですけど、今日もジンジャーショットを決めてのんびりお部屋でこの1週間の記録を編集してまとめたいなと思います。ジムどうしよう、まあいっか。今週は最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひ皆さんも春の気まぐれ散歩に出かけてみてください。きっといい風景に出会えると思います。最近ハマっているおやつ、タンユエンです。いつもはごまを買うんですが、今日はごまがなかったのであんこを買ってみました。